はい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 、こんにちは、なぎこです。というわけで前回の予告通り、今日はこの商店工房さんに送っていただいたレンズと、あともう一個届いたものがありますので、この2つを開けていきたいと思います。どっちから開けようかな。やっぱレンズの方からにしようかな。はい、ではまずはレンズの方から開けていきます。これは何かとじゃーん、TT アルティザン AF40mm F2 という出たばかりのレンズみたいです。これ Z マウント用のものを送っていただきました。これはなんだ？なんかこれはおまけ的な感じで入れてくださったっぽいですね。カメラフラッシュ。なんだこれ、かわいいな。フィルム型のフラッシュか。ありがとうございます。はい、じゃあ開けていきます。ユーザーマニュアルと保証書。あ、軽小さい。こんな感じのレンズですね。TT アルチザンのレンズは手に取るのは初めてです。なるほど。なんかちょっとデザインのトンマナが若干シグマの I シリーズに似てる気がする。で、アルミでできてるっぽいフードがついてます。アルミだけど多分このボディレンズ側にレンズにつく部分は多分プラスチックなのかな。でもなかなか質感高くて良い感じで、この部分は、ファームウェアのアップデートとかに使うなんてドックみたいなものっぽいので、レンズのサイズとしてはこんな感じ。ちっちゃい、小さい、短い、想像以上に短かったかも。こんな感じです。絞りリングあります。結構硬いか、結構硬め。カチ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 という感じです。フィルター径は 52mm。これ今回送っていただいたのは Z マウントバージョンなんですけど、E マウントバージョンもあるみたいで、重さがそれぞれ Z、これは 178g で、E マウントのが少し軽くて 167g ということで、軽い、小さい、良さそう。で、最初お話した通り、焦点距離は 40mm で F2 のレンズです。最短撮影距離は 0.4 メートルということです。ちなみに価格がびっくりなんですけど、税込みで商店工房さんのウェブサイトでなんと 29,700 円です。すごいお手頃価格すぎる。全然なんかチープな感じとかは全然しないですね。マウントも金属だし。はい、ではこれを私の ZF ちゃんにつけてみようかな。この私もめちゃくちゃ愛用してる Z マウントのお手軽価格かつ ZF をお持ちの方なら絶対持ってるんじゃないかと思われるこのニコール Z40mm F2 っていうレンズ、これと焦点距離も明るさも全く同じなんですけど、私が最近よく使っているパイポックのシメラ 50mm F1.4 をはじめですね、中華メーカーのレンズレベル高くなってないと思ってちょっと興味が湧いて、この価格帯でどんな写りがするんだろうって思って気になり、商店工房さんが送ってきてくださった形です。絞りリングがあるのがね、やっぱいいですよね。このニコンの 40mm-F には、絞りリングがないのでね、ZF のデザインにも
合うんじゃないでしょうか。はい、こんな感じ。かわいいじゃないですか。オートフォーカスもちゃんと効くっていうのは当たり前なんですが、じいじ言ったりもしないですね。ちなみにこの、ニコンの 40mm F2 は重さが 170g みたいなので、若干だけこの TTR チザンの方が重いですが、全体の印象としては、ニコンの 40mm の方がボリューミーな感じのエクステリアデザインになってるっていうせいもあると思うんですけど、ボリュームがある印象を与えますね。じゃあちょっとなんか撮ってみますか。開放だと結構甘めの写りって感じですね。あと開放だとかなり四隅が落ちますね。F5.6 ぐらいまで絞るとだいぶ消える感じがありますが。はい、というわけでここで撮ってても評価のしようがあまりないので、週末外に連れ出していろいろ撮ってきてみようかなと思います。しかしあれですよね、ここ ZF にマッチする Z マウントのレンズってすごい少ないので、単純にコンパクトで軽くてオートフォーカスで、フルサイズ向けで、さらにデザイン的にもこうやって ZF にマッチするレンズの選択肢が増えてくれるだけでも ZF ユーザーとしては嬉しいですね。はい、じゃあもう一個開けます。これ段ボールにタイムモアって書いてあるので、なんとなくお察しだとは思いますが、ついにこのアトリエにですね、電動コーヒーグラインダーを導入しました。じゃんじゃんじゃんじゃーん。はい、というわけでこのタイムモアのブリックスっていう、電動コーヒーグラインダーを購入しました。今後に備えてというかですね、エスプレッソ引きもできるし、ドリップの引き目もできるしっていう、電動グラインダーが欲しくてですね、最終的に3つで迷ってました。で、1つ目は自宅で使っている電動グラインダー、オードと同じメーカーのフェローのオーパスっていうグラインダー。2つ目が、バリアの VS3 っていうグラインダー。で、3つ目がこのタイムモアのブリックスでした。フェローのオードは日本で展開しているカラーがですね、ブラックの1色しかなくて、本国だとホワイトの展開もあるんですけど、ブラックしかないので、それはちょっとなぁと思い、一番最初に選択肢から外れで、最終的に、バリアの VS3 とこのタイムモアのブリックスで迷ったんですけど、このブリックスはですね、去年の SCAJ っていうコーヒーのイベントに行った時に先行展示をしていたのを見ていて、そこからずっと気になっていたグラインダーではあったんですよね。で、とはいえ発売されてからあんまり評判良いも悪いもあんまり聞かなくてですね、しばらく保留をして待ってたんですけど、最近コーヒーの専門の方のレビューとかが出てきて、コスパが良くて機能的にも性能的にも良さそうだったので、よしと思って買ってみました。もちろんホワイトです。バリアの VS3 は5万円台かなとかなんですけど、これ3万円台なので、だいぶコスパのいい製品なんじゃないかなと思います。はい、なのでじゃあ開けていきます。お証書が入ってます。
えーっとタイムモアのリーフレット、ユーザーマニュアルで、じゃーん。あら、よかった。よいしょ。あらあら、ちゃんとコンセント白いです。素晴らしい。これのコンセントが3ピンのやつがついてるっていう口コミをとかレビューを見た気がするんですけど、2ピンのやつがついてました。よかった。ユーザーマニュアルはちゃんと日本語のものがついてますね。はい。で、これが本体で、磁気コンテナ、引き目設定ダイヤル。これは結構プラスチックな感じ。これは静電気が起きないようにコーヒー豆に水をプシュプシュってやるスプレー、なんていうんだ、名前がわかんないですが、それもついてます。あとエアブローもついてました。親切。まずはこの引き目ダイヤルをここが蓋になってて豆を入れる感じですね。引き目は0から3がエスプレッソ、2から4がモカで、5から8がオアオーバーなのでドリップっていう感じですね。10段階の調節が可能で、各段階には15ステップの微調整がありますとなっております。どのぐらい6とかにしとくか。この部分はノッカーになっているんだって。ロータリーノッカー。時計回りに回すと粉を落としてくれる。面白い。なるほど。よいしょっと。取り急ぎこの辺に置いときますか。コンセントが結構長いです。で、ここコンセントなんですけど、本当はこうやって挿せるといい。綺麗ですよね。L 字に曲げるやつを買うか。とりあえずは。よし。なんか静かだ。スプレー。少しだけ豆をこう湿らせて静電気が起きないようにするわけですね。じゃあ豆を入れまして、はい、じゃあ行きます。自動では止まらないみたいですね。なんか静か。自宅にあるフェロのオードより全然静かな気がします。こんな感じで弾けてますね。すごいいいんじゃない？めちゃくちゃ綺麗に弾けてますね。均一です。これ今弾き目6なんですけど、ちょっと浅入りには細かすぎたかな。7ぐらいで次はやってみようと思います。とても良さそうですね。よかったよかった。いい買い物の予感がする。あとは壊れなければよし。じゃあコーヒーを入れましょう。はい、後日で
ございます。というわけで、週末この TT アルチザン AF40mmF2 を持ってですね、外に出かけてきました。ちょこちょこスナップとかを撮ってみて思った感想などをお伝えできればと思います。まずはやっぱり単純にこのサイズ感でこの軽快なレンズやっぱり持ち出しやすいなっていうのはすごく思いました。私は隙があらば写真撮りたい人なので、できる限りカメラを肩身離さず持ち歩いていたいタイプなんですが、やっぱりそうなるとなるべく軽快な装備でいられるとありがたいなっていうのがあって、あと絞りリングがついてるのがいいですね。私はオクトレンダーのマニュアルフォーカスのレンズとかもよく使うんですけど、もう絞りリングに親しみがあるというか、絞りリングがあるレンズが好きなんですけど、この TT チザン 40mm も絞りリングがありますし、さらにZF はやっぱり私はコトコトとした感触とともにこのダイヤルを回してマニュアルで撮ることが多いんですけど、こういった ZF のアナログ感みたいな部分とこの絞りリングがあるレンズっていうのはなんか撮影体験としてすごく相性がいいなって思いましたね。Z マウントのレンズで多分オートフォーカスがついていて絞りリングがついてるレンズって相当珍しいと思うので、そういった意味ではレアなレンズかなって思います。で、写りの面はですね、ニコンの純正の 40mmF2 に近しいタイプのレンズだなって思いました。もうお話ししている通り、開放だとかなり周辺原稿があるっていうのと、かなり柔らかめの写りになる印象で、開放だと柔らかい写りでボケを楽しむみたいな楽しみ方ができるし、 F4 か F5.6 ぐらいからギュギュッと絞っていくと周辺原稿も収まりますし、描写も結構シャープになってくるので、私は今回週末使ってた時も、円形は F5.6 でだいたい撮ってたと思います。開放に近くなってくると、あと四隅の描写が若干甘い感じがあるので、円形撮るんだったら結構絞った方がいいかなと思いました。普段からそういった撮り方されてる方は多いと思うんですが、あとオートフォーカスなんですけど、オートフォーカスはすごく機敏に動くっていう感じではないです。ただなんかフォーカスが遅くて困るみたいな感じでもないので、もう全然実用の範囲内という印象でした。キャラクターがめちゃくちゃあるレンズというよりは、普通に実用的に毎日カメラにつけてスタメンとして使いたくなるようなレンズだなって思いましたね。いやしかし2万円台のレンズ、しかもオートフォーカスが効くレンズで描写力みたいな部分にも抜かりない、すごいですよね。Z マウントでオートフォーカスが使えるレンズで絞りリングが欲しいっていう方は本当いい選択肢になると思います。そんな感じで今後もこのレンズ、この TT チザンの AF40mm F2、使っていこうと思っているので、今後この Vlog シリーズ内でちょこちょこ撮った写真出していければと思います。Vlog に入れてる写真は全部、左下か右上にどのボディとどのレンズで撮ったかっていうのを書いてるので、そこでチェックしていただければと思います。で、実はですね、もう一個気になってるレンズが今あり、今週末韓国のソウルに行くんですけど、そこに持ってこうかなって思っていたレンズがありまして、購入をしようと思ってたんですが、ちょっと間に合わなさそうなので、急遽メーカーさんの方にお願いしてお貸し出しをいただいたので、それが明日
届くかな多分。そっちも今楽しみに待っているところです。じゃあ次回以降の Vlog もお楽しみにということで、引き続きチェックしていただけたら嬉しいです。ではまたお会いしましょう。じゃあね。今日はあれだな。空に雲が多いので光が安定しない。